同じ木からいろんなタイプの葉っぱが出ます。で、どこが和紙の部分になるか分かりますか？今の時期は成長過程で水分も多いので、こういう風にきれいに皮を剥ぐことができます。で、こっちが和紙ですね。こっちは全然使うここの木なので、ちょっとここのふわっとした繊維がもう和紙のあれに少し似ているかなというか。で、これめちゃめちゃ硬くて、もう絶対切れない。ちょっとベトベトしてますが、プルっちゃいますよねっていうぐらい構造っていうのはすごい硬い。ただ縦には簡単に裂けます。こうやって山の中から取られた植物が紙になっていくってちょっとにわか信じがたいですよね。これさっきのその構造を皮を集めて外側の茶色部分を削ってもうちょっと大きくなって、こういう状態にして保存しておきます。紙を作るときにもう一回茹でて重曹で茹でて柔らかくして傷ついてトントン叩いていくという状態で、なので本当にこの作業場だけで全て完結するので、大きな機械などはうちにはなく全て手作業。変わり種だとこういう形で作ることができるので、カッターで切るではなくこの形で作るっていう。切ってるわけじゃない。そう、目がチカチカするっていうのを作りたくて、和紙なのに目がチカチカするを作りたい。布みたいです。布みたいです。漆でワニの皮、フォレストレザーってちょっと勝手に作って、要は森から作れる皮、和紙もあれだし、そう漆も木から作れるので、これは透かしを利用しているので、純光だとこうですが、光を当てると月の透かし模様ができてくるっていう、いろんな和紙もありますが、その見せる和紙であったり、その空間を作るっていうことをやらせてもらってますね。もともと和紙作りを始められたきっかけっていうのは何かあったんですか？近所に作っていた人がいたのを知っただけですよね。そんなものづくしの志持って生きてたわけではないので、本当たまたまですよね。代々の人であったり歴史があるとかじゃなくて、そういうところを全部覆したいっていう思いが強いので、自分みたいな雑草的なポジションの人がいれば、他の人たちもいやうちそういう歴史ないからさとかじゃなくて、いやあいつも歴史ないからっていう、そういうノーブランドのポジションっていうのが結構強いと思っているので、そのポジションをいち早く入って作りたかった。